人生が苦しい、常に脅されています。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭い去れない欲望と共に寄り添っていくチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。ということでね、今日は安楽死は絶対に必要である第10弾10弾ですね。そう、すいません、花粉症でね、鼻がかゆいんですよ。まあそれはよしとして、そう、皆さん、そう、カナダという国はご存知ですか？カナダが知らない間に安楽死先進国になってたんですね。そう、なんでしょう、2017年だか18年だかからね、カナダで安楽死が合法化されて5年で死者が4万人を超えたそうですよ。ね、朗報ですね。で、朗報を届けようと思ったんですけれどもね、なんかこれが問題になってるんですね、今カナダでね。そう。生活保護を申請するよりも安楽死、生活保護はあんまり通らないのに安楽死はあっさり通っちゃうっていうことでね、今カナダで問題になってるんですけど、そう。そして最初はね、スイスとかオランダとかベルギーと同じようにね、こう終末的な苦しさ苦痛を逃れるための病人ばっかりだったんですけれどもね、最近カナダでは精神疾患、障害、精神的な苦しみ、障害のある新生児、認知症患者まで拡大されてると、ね、朗報ですね。そう、カナダは今安楽死先進国ということでね、そういう安楽死に関するね、やっぱりこう最新の情報もね、こう挟んでいこうと思うんですけれどね。ところがこれ問題になってるんですね、カナダでね。あんまりじゃないかとね。弱者への圧力だみたいな話になって今ちょっと問題になってるんですね。この勢い、この火を消さないでいただきたいですよ。だから僕はね、何度も安楽死制度について述べていますようにね、デスハラ、ね、死への圧力っていうものをもうハラスメントとしてね、セクハラとかパワハラとかと同じようにこう社会全体で糾弾すればいいじゃないですか。ね、それはダメだよ。デスハラはダメだよっていう共通認識がね、合理的な共通認識が形成されればね、個人の意思というものがね、反映されていくと思うんですけれどもね。というね、朗報を伝えたいと思います。冒頭ね。安楽死は絶対必要なんですけれどもね。あれなんですって。なんかこう、あれなんですよ。そう。何を言うのか忘れちゃいましたけれどもね。とにかく安楽死は必要なんですよ。そう。そう。カナダね、国籍を取るのが僕調べたんですけれども、なかなかね、めんどくさいんですね。なんか居住実績とかがね、5年のうちに3年ぐらいないとダメだみたいなね。あとやっぱりこう、英語かフランス語がちょっと、ある程度話せて、いろんな試験にパスしないといけないらしいですね。そう、だからね、私などはね、おっさんなんでもうちょっとね、もうダメですけれども、若者はね、今から英語の勉強をめちゃくちゃしてですよ、カナダに行っても暮らしていけるようなね、
なんかバイトでもいいですから、なんかこう仕事を続けられるようなスキルを身につけて、ね、カナダの永住権、市民権を得ればね、合法的にね、今なら安楽死できますから。そう。もうこういう勢いは止まんないと思いますね。うだうだ今カナダ国内で文句を言われているそうですけれども、止まんないでしょうね。なぜならばこのね、カナダの問題においてあれなんですよ。もう医者がね、本当は安楽死をしたら安楽死させましたよって報告しないといけないらしいんですけれどもね、もうあんまり報告しない医者がね増えていると。つまりこうね、報告するとうだうだ言われるのが嫌なんでしょうね。ということはですよ、我々トラベラーとしてですよ、ワンチャンカナダに行ってね、こう袖の下というかね、賄賂というか、カナダの医師にね、賄賂を積めばですよ、こうトラベラーでも安楽死させてくれるんじゃねえのかな、そういう希望がね、今ちょっと僕のね、心の中に湧いてきてますけれどもね、いけるんじゃないのかなと思って。だって安楽死させましたよって報告してない医者が問題になってるっていうことは、闇でだいぶ行われてるんじゃないですかね。安楽死処理っていうものがね。だから、そう。あとは金次第なんじゃないのかなと思って。そう。というね、冒頭、朗報を申し上げましたが、まあでもそれはね、遠い国の出来事なんで、やっぱりね、まだスイスとかはね、もうそんなに拡大してませんからね、精神的な苦しみとかね、もってのほかだって言われてますからね、まだまだカナダにはね、これから頑張っていただきたいですけれどもね、まだまだね、安楽死はまだまだ広がってないんでね、でもまあ朗報ですよね、世界的にね、こうね、カナダを先進国としてね、応援していきたいなと思います。まあまあまあ、それはいいんですけれども、そう、ね、安楽死は絶対必要ですよ。我々はね、日々いろんなところで脅されてるんですよ。人生、どうですか皆さん。自分の人生を振り返ってみて、こう、心から安心して眠れた夜がいくつありますか。ね、そんなないでしょ。常に目が覚めればね、学校だったり、ね、労働だったり、いろんなことでね、そんな短期的な休みだとかね、そういうことじゃないですよ。心の底からこうね、自由だと。何もしなくてよいと。ね。だから引きこもりって幸せなんだろうなと思いますよ。僕は個人的には幸せですけどね。私の人生において一番幸せだったのは無職だった2年間ですからね。でもあの時もね、結局お金がなくなって労働する羽目になったから、結局日々お金に脅されてたんですよね。社会に脅されながらでしたからね。やっぱり心から安心したことはないんでしょうね。そう。労働がありますからね。ね、金持ちのとこに生まれたお嬢ちゃんとかお坊ちゃんとかね、ぶん殴ってやりたいですけれど、でも日々安心して眠れてるんだろうなって思いますよね。だって働かなくていいんですからね。親の遺産でね、そうね、自分が死ぬまでの間のねことを心配しなくて1ミリも心配しなくていいんですからね。ね、ぶん殴ってやりたいですけれど羨ましいな。ね、そう常に脅されてるんですよ我々は。脅されてるっていうことはですよ、もう刑務所に入ってるようなもんですよ。常にね、そう常にこうデッド・オア・アライブみたいなね、生か死かみたいなね、そういう刃を突きつけられてながらね、労働するのか無職になってね飢え死ぬのかみたいなね。そう
なんかいやこれ学生であるのならばなんか将来が絶たれるのか絶たれないのかみたいなね、そういうくだらないね人生なんてもうおっさんおばさんになれば分かりますけどね、全くね生きるに値しないねくだらないもんですよ、世間とか世の中っていうのはね。本当昔威張り散らしてたね、なんだろう、親だったり親戚だったりっていうものがねバタバタ死んでいくとね、そう全く意味がないなと思いますよ。そうそれはあれですよね、なんだろう、自分の先輩だったりとかね、例えば偉い人だったりとかもそうですけどね、なんか散々こう偉そうなこと言われて、なんか散々そうしなきゃいけないのかなとか思ってたけれども、そういうやつらが死んでみるとね、おじさんおばさんなら分かります、分かってくれると思いますけどね、もうどうでもいいですよね。あいつらの言ってたことなんか何一つね全然正しくねえやみたいなね、そうなんですよ。結局脅されてるんですよ我々はね。そうですからもうそういうね脅された安心できない社会世界っていうのをやっぱり全否定してね、あのように旅立っていきたい、ね、そのためには安楽死があればね、もう最悪ね限界を迎えたらね、そうなんか病院行くのかまたは来てくれるのか知りませんけれどもね、こうね静脈注射をねして、そこにね安楽に死ねる薬をね注入されて、そうね先に睡眠薬を飲んでみたいなね、そういう優しいデッド、優しい死が待ってるわけですから、そうしてもらえればね助かります、非常に助かりますね。もうダメだなと思ったらだってね、こう就活と終わる活動就活でねいろいろあれじゃないですか、物を処分してみたりね、人間関係を処分してみたり、こうあれじゃないですかね、復讐するやつには安楽死をするね、残り3日ぐらいになったらね、こう復讐するやつをぶん殴って姿を消してみたりね、またはね、そうちょっとねちょっと命を奪ってみたりねっていう復習ができるじゃないですかね。そうこの間コンビニの店員の人がね札幌で無敵の人に刺されてね、しかもその無敵の男は恨みはなかったなんて言ってね、もう無敵無敵の人これからどんどん増えていきますね。もうわけ分かりませんね。もうそうなるんですよ。そうだって日本が我々をねいじめてきたんですから、それはねもういじめてきたし脅してきたしね、この社会というものがね変なプレッシャーをね中盤申し上げたように変なプレッシャー圧力をかけてきてね、そのくせ多分その無敵の人ね40代入って無敵な人もねまあ氷河期世代だったりするんでしょうけどもね、圧力をかけられて脅されてね必死にねクソみたいな労働をしてきてね、そしたらもう別に何のこともないんですよ。何のこともないんですね。そう何の真面目に労働してきても何のこともないんですよ。なんて言うんだろうな、何のケアもない、何のいいこともないね。そしてなんか臭いだの汚いだのね、お前の存在は無意味だの言われてね、そりゃ無敵の人になっちゃいますよね。だから人間のなんていうのかな、根本的な自由を制限しておいてね、でおっさんおばさんになったらもう何の意味もない人生だったって分からされるわけですよ。ね、その間ずっといじめられるわけですよ。ね、この社会にね。そりゃ無敵の人になりますよ。
ちっともいいことない、いいことなんかないんですから。そうなんですよ。だから殺されちゃったね、殺されちゃったその店員の40歳の人もね、無敵の43歳の人もどっちもね、被害者っていうか、なんていうんだろう、かわいそうっていうかね、僕から言わせるとね、本当底辺労働で応援に来てたね、セイコーマートの人もね、無敵の人もね、もうどっちももう救いがない、どうしようもない救いがない、あれですよね、おじさんですよね。もう私と一緒ですよね。そう、もう何の救いもない事件だなって思って。だからそういうことなんですよ。いいことないですからね。ですからね、皆さんもね、そういう脅しに屈してはなりませんよ。もうね、どんどん文句を言って、ね、どんどん復讐をね、しっかりとしていきましょう。やっぱりね、大切です。復讐っていうのはね。そうなんですよ。だから安楽死があればね、いろんな選択肢が増えるじゃないですか。復讐もできるし、ね、なんかこう、最後海外旅行行きたいなとかね、こう最後かっこいいスポーツカーが買いたいなとかね、なんかあるじゃないですか。なんかね、こう最後にお大臣遊びしたいなとかね、またはこうあれじゃないですか、めちゃめちゃ頑張ってなんとか貯金をしてね、または生活保護を受けるんでもいいですけど、なんかこうね、もう思う存分趣味に没頭するとかね、そう思う存分安心して寝てみるとかね、そういうこうささやかな幸せを感じて最後あの世に行けるわけでしょ。もう絶対必要ですよね、安楽死ね。安楽死っていうのは本当にね、これはいいものですよ。ぜひね、進めていきたいと思いますね。そう。カナダだとね、ちょっとね、圧力が弱いんでね、これアメリカがね、カナダ的なね、ことをやり始めて、安楽死を合法化ね、し始めると、絶対日本はね、アメリカの属国としてね、そう、傀儡政権として絶対真似しますから。絶対真似しますからね。とにかくアメリカがやり始めてくれたらいいなっていうね、そういう儚い希望がありますね。そう。カナダだとちょっと弱いですね、圧力としてね。スイス、ベルギー、オランダ、ちょっと弱い。やっぱりアメリカですよね。アメカスかイギカス、ギリカスか。アメカスかギリカス、イギリスね。ここら辺がやるとね、日本はすぐ真似しますから。ね、外圧に弱いね、うんちみたいな国ですね、昔からね。そう、それでもまあね、戦前まではね、独立国たるなんて言うんでしょう、矜持があったんですけれどね、戦後私が言うようにね、そう日本が没落した原因なんてね、独立国じゃないからですよ。まあそれはまた別の動画で話しますけれど、まあとにかくね、安楽死があるだけでいろんな選択肢が増えるんですよ。ものすごく増えるんですよね。そうまた逆にね、こうセンチメンタルなこともできるじゃないですか。死ぬ前なんだからね、こうね、センチメンタルにこうね、好きな人に愛を告白するとかね、まあ私たちね、おっさんおばさんはもうね、はるか昔に忘れた感情ですけど、でもね、若い人でね、あれじゃないですか、死にたい人はね、だから安楽死があるからこそ自由が生まれるわけですよ。ね、自由なき世界に自由を生むわけですね。なんて素敵な話でしょうね。素敵ですね。ということでね、そうね、そうなんですよ。そう私たちはね、もうここまでね、
今もって苦しいわけですからね、人生ね。若い時も苦しかったしね、子供の頃も苦しかったし、今おっさんになってね、もう死ぬ間際になっていろんなことから解放されて、精神的にね、精神的に解放されても生活的にはね、全く解放されてないんでね、生活的に解放してほしいですよね。まあね、そう、障害者団体の皆様とかね、老人界隈の人たちがね、非常に今文句を言ってますけれどもね、安楽死に対してね。だからそこはデスハラは良くないねっていうね、コンセンサスをね、社会に圧力をかければいいじゃないですかね。僕も賛成ですよ。デスハラはいけません。デスハラはいけません。死ねなんてね、とんでもない話ですよね。それは置いといてね、いや置いといてっていうか、それはそれとしてメインでやっていってですよ。でもやっぱり個人の自由というか意思っていうのはね、尊重されるべきですから、ね、ぜひともね、安楽死は絶対に必要である、ね、安楽死を求むっていうことをね、皆さん言っていきましょう。僕もね、このシリーズはね、私の命がある限り続けていきたいと思います。もうね、言うことはあんまりなくなってきましたけれどもね、もうしつこくね、こういうのはしつこくいかないといけないですから。安楽死がね、あればね、こう気に入らない上級だったり、こう悪い政治家に対してね、山上するっていうこともできるじゃないですか。最後くだらないこの命、もうやりたいこともやったからね、あとは安楽死するだけだけれどもね、あの悪い政治家ちょっとほんと気に入らないなと思ったらこうね、ブスッといけるわけですからね。山上できるわけですから。社会的なこう無敵の人たちもね、こうさっき言ったようにこうね、こう同じね、底辺で潰し合うっていうのは一番つまらないですから、もうね、こうガッとね、上に行ってね、こうね、何億も持ってたりとかね、くだらない権力だったりとかを行使したりね、こう気に入らないやついっぱいいるでしょ、世の中ね、有名なやつでもね。やっぱ山上してね、こう世間にこう緊張感を持たせるっていうこともできますから、安楽死制度が導入されればね、やべえぞと、無敵のやつがこうなんて言うんでしょうね、気が狂っていくっていうパターンじゃなくて、安楽死が決定してるから行くみたいなね、そうなんですよ。そういう強めな人たちがね、出てこないとね、世の中ね、本当に気に入らないことばっかりです。っていうね、取り留めもない話、いやでもしつこく言っていかないといけませんね。安楽死は絶対必要である第10弾。またお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。